皆様、こんにちは。私は、2500年前、領寿戦にて、釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経、妙正言の本事本題27をお届けいたします。この章では、妙正言王という一人の国王が登場し、その王には、二人の息子たちがおり、その息子たちが、父や母を思い、神通力をもって教化し、ついには、父と母を、仏の道へと目覚めさせていくといった感動のストーリーが描かれます。また、この物語を通じて説かれるのが、全知識の存在の尊さです。法華経における全知識とは、仏の教えを伝え、迷いの中にある人を目覚めへと導く、縁の人、まさに、仏道の道しるべとも言える存在です。それは、師であり、家族であり、友であり、あるいは、一節の教門との出会いであるかもしれません。この章が、皆様にとって、全知識についての、新たな気づきとなれば幸いです。それでは、本日も、どうぞ最後までお付き合いください。その時、釈迦牟尼仏は、多くの大衆に向かって、告げられました。遥か遠い過去に、無量無辺なる、数えきれぬほどの長い時が過ぎた昔、ある仏が、世に現れておった。その仏の名は、雲来音宿王家如来と言い、また、その尊称は、ただあかど、あらか、三脈三ブッダとも呼ばれておった。この仏がいらした国の名は、光明正言と言い、その時代の名は、危険と呼ばれていた。この仏の教えが広まる中、その国には一人の王がおり、その王の名は、妙正言の王という名であり、その王の后は、淨徳という名であった。また、二人の間には二人の子供たちがおり、長男は、淨蔵、次男は、淨元と名付けられておったのだ。この二人の王子たちは、偉大な神通力や、優れた福徳、そして深い知恵を備えており、すでに長い間、菩薩としての修行の道を実践しておった。それはすなわち、断腹密、四腹密、三大腹密、ビリヤ腹密、全腹密、般若腹密、といった六腹密のほか、方便腹密も備えており、さらには、慈しみの心、憐れみの心、喜びの心、平静なる心までも備え、そしてさらには、37道本と呼ばれる、悟りへと導く修行法を行じては、これらをすべて明らかに理解し、通達していたのだ。またこの二人の王子は、菩薩が自己の心を清め、法を深く感じるための基本となる三昧、菩薩の定山昧、暗き世界に光をもたらすように、仏法の知恵の光で衆生を導く力を得る、三昧となる、日照宿山昧、内なる、正常な光明によって、真理を見通す知恵を得る三昧、上皇山昧、菩薩の真相や振る舞いが正常で、尊い姿となる、常識山昧、法を明らかに照らし、深く見通す知恵の光を発する状態、上正明山昧、常に仏道にふさわしい美しさ、威厳、徳を備え続ける心の状態、超正言山昧、仏や菩薩が持つ偉大な徳を内に備える深い、禅定、大徳造山昧、これらの深い禅定においても、すべて明らかに通達し、自在にその境地を収めていたのだ。そしてその時、かの仏、雲来音宿王家如来は、この二人の父であり、王である、妙正言の王を仏道へと導かせようと望まれ、また多くの衆生に対しても慈しみの心を抱かれたがゆえに、この法華経をお説きになられたのだ。その時、淨蔵と淨元の二人の王子は、母である后、淨徳のもとにやってきて、10本の指を揃えて合唱し、こう申し上げたのだ。どうか、母上よ、私たちと一緒に、雲来音宿王家如来のもとへ、お出かけになっていただけませんか？私たちも、その如来のそばに付き従い、近くに辞して、心からお仕えし、供養し、礼拝したいのです。なぜなら、この如来様は、天界や人間界のあらゆる存在の中で、最も尊く、まさに今、
法華経をお説きになっておられるからなのです。どうか、この尊い教えを共に聞いて受け止めましょう。そして、母の淨徳は王子たちにこう伝えたのだ。お前たちの父、すなわち明正権王は、未だ仏教以外の教えを信じ、深くバラモンの方に心を傾けておられる。お前たちが行って、父にそのことをよく申し上げなさい。そして、一緒に、如来様のもとへ参りましょう。と伝えるのだ。すると、上蔵と上限の王子たちは、10本の指を揃えて、合唱し、母に申し上げた。私たちは、本来、仏法という真理の王、法王の子なのです。それなのに、どういうご縁か、このような邪見を信じる家に生まれてきたのです。と。すると母の浄徳は、王子たちにこう伝えた。お前たちは、父、明正権王のことを心から思い、その心を清め導くために、神通力を示してごらんなさい。もし、父がその神通力を目にすれば、きっと、その心も、清らかになることでしょう。あるいは、私たちが、如来様のもとへ向かうことにも、耳を傾けてくださるかもしれません。そこで、二人の王子、上蔵と上限は、父、明正権王を思う心から、神通の力を用いて、虚空に舞い上がり、その高さは、7本のタラジュにまで達して、様々な、不思議な身辺を示したのだ。そして、虚空の中で、自由に歩いたり、立ったり、座ったり、寝たりしては、体の上部から、水を出したかと思えば、下部からは、火を出したり、また反対に、体の下から水を出し、上から火を出すという、さらには、巨大な姿となって、空いっぱいに満ちたかと思えば、たちまち、姿を小さくさせ、また再び大きくなるといった、神通の力を見せ、空中で、突然、姿を消したかと思えば、忽然と地上に現れ、地中へ、すっと入っていく様は、水に溶け込むようであった。また、水の上を歩く様子は、まるで硬い地面のようでもあったのだ。このように、数えきれないほどの様々な不思議な身辺を示して、ついに、父、明正権王の心を清め、深く、信下の心を生じさせたのだ。と、釈迦牟尼仏は語りました。その時、父である明正権王は、二人の息子たちが示した神通力を目の当たりにして、大いに驚き、深く喜び、かつてない感動を覚え、そして合唱して、二人の子たちに向かって問いかけた。お前たちの師は、一体誰なのだ？一体、誰の弟子になったのだ？すると、上蔵と上限の二人は、こう答えたのだ。大王よ、私たちの師は、雲来恩祝王家地如来でございます。そして今まさに、七宝でできた、菩提樹の下にある法座において、座禅をされながら、法を説いておられるのでございます。その如来は、この世のあらゆる存在のために、天界、人間界の中で、広く、法華経を説いておられるのです。この如来こそが、私たちの師であり、私たちは、その如来の弟子なのであります。すると、父である明正権王は、二人の子たちに語りかけたのだ。私も今、お前たちの師の姿を、ぜひお目にかかりたいと思う。共に、師のもとへ、参ろうではないか。すると、二人の王子、上蔵と上限は、空中から静かに降りて、母、淨徳夫人のもとに戻り、合唱してこう申し上げた。父の明正権王は、今すでに、如来の教えに対して深く、信下なされ、すでに、あの九多羅山脈三土台の心を、欲するにふさわしい境地に達しました。私たちは、父上のために、すでに仏の仕事を成し遂げることができました。どうか、母上よ、雲来恩祝王家地如来のもとへ、おいでになり、出家して、道を治められることを、どうかお許しくださいませ。その時に、二人の王子、上蔵と上限は、母、淨徳夫人に向かって、自らの願いをさらに丁寧に伝えようとし、下の形で申し上げた。どうか、母上よ、私たちを出家させ、修行僧となることを、お許しくださいませ。多くの諸仏に出会うということは、
本当に稀であり、難しいことなのです。私たちは、この如来にお仕えし、学ばせていただきたいのです。これは、うどんばらけの花が咲くように、100、1000、万号に一度しかない奇跡のように、如来に出会えるということは、それ以上に難しいことなのです。様々な苦しみや触りから解き放たれることも、また難しいことなのです。どうか、母上よ、私たちが出家することを、どうかお許しくださいませ。すると、母、淨徳夫人はこう告げた。お前たちの出家を、私は、許しましょう。なぜなら、如来様にお会いできることは、何にも増して、得難く、尊いことだからなのです。これを受けて、二人の王子、上蔵と上玄は、父と母に向かって、さらに申し上げた。誠にありがたいことです。父上、母上よ。どうか、お願いです。今すぐに、雲来恩祝王家地如来のもとへ、お二人で、おいでになり、その尊いお姿を、この目で拝み、供養を、お捧げくださいませ。なぜならば、如来に出会うことは、まるで、うどんばらけが咲くようなもので、3000年に一度の奇跡の、ように、本当に稀で、なかなか叶うことでは、ないのです。それはまた、目の見えないウミガメが、広い大海に浮かぶ、一本の流木の小さな穴に、偶然に首を入れるようなものであり、それほどまでに、如来に出会うことは難しいのです。けれど私たちは、過去世からの深く大きな福徳の積み重ねのおかげで、この仏法に生まれ、如来にお会いするという、尊いご縁を得ることができました。だからこそ、どうか、父上、母上よ、私たちの願いをお聞き入れいただき、出家をお許しくださるよう、改めてお願い申し上げます。なぜなら、如来に出会えることも、如来の教えを聞ける時期も、共に極めて稀なことなのですから。その時に、妙正言の王に仕える、84000人の女官たちは、皆が皆揃って、この法華経を受け持ち、信じて実践できるだけの心と力を備えるようになったのだ。そして、上玄菩薩は、法華三昧という深い禅定において、すでに長い時間にわたり通じており、また、上蔵菩薩は、無量なる100、1000、万、億号という、はるか昔から、諸悪種、地獄、餓鬼、畜生などの迷いの境界を離れるための三昧に、通じておったのだ。これは、すべての衆生たちを、そのような苦しみの世界から救いたいという願いによる、ものであったのだ。また、妙正言の王の妃、淨徳夫人は、諸仏修三昧という深い禅定に入っており、あらゆる諸仏たちの教えの奥深い秘密の像を理解する力を得ておった。このように、二人の王子たちは、それぞれの知恵と慈悲の力による、方便力をもって、父である妙正言の王をよく教化して導き、仏の法を心から信下させ、喜んで学ぶ境地へと目覚めさせたのだ。こうして、妙正言の王は、家臣や親族たちと共に、また、淨徳夫人は、女官や側近たちと共に、そして二人の王子たちは、42000人もの人々と、連れ立って、同時に、一行となって、如来の元へと向かったのだ。如来の元へ到着すると、皆揃って、如来の御足に、額をすり寄せて礼拝し、如来の周りを3度、ぐるりと巡ってから、如来の正面の位置に、整然と座を構えた。その時に、雲来恩祝王家地如来は、妙正言王のために、法華経を説き、教えを示し、導き、利益を与え、歓喜させなさると、それを聞いた妙正言王は、限りない喜びと感動に満ち溢れた。またその時に、妙正言王と、その夫人、浄徳は、自らの首にかけていた100、1000の価値がある、真珠の要楽を解き、これを、如来の上に捧げて、巻くように散らした。すると、その種は、虚空において変化し、4本の柱を持つ、宝の台へと、姿を変えたのだ。その台の中には、大きな宝の神台があり、また、100、1000、万の天界の美しい衣で敷かれた。その神台の上には、
如来がお座りになり、深い禅定の座法である、結果不座され、大いなる光明を放たれたのだ。その時に、妙正言王は、心の中でこのように思ったのだ。この如来のお姿は、誠に稀有で美しく、比類なきほどに端正で、まばゆく気高い。まさしく第一の妙なる色心をお持ちである、と。すると、雲来音宿王ケチ如来は、子主の弟子、ビクに、乳母足、乳母たちに、こうお告げになられた。そなたたちは、この妙正言王が、私の前で合掌して立っている姿を、どう見ているか。この王は、将来、私の法の中で、ビクとなり、仏の道を助ける法を、精進して修行するであろう。そして、その果てには、成仏するであろう。その仏の名は、娑羅寿如来と呼ばれ、その仏国土の名は、大光、その時代の名は、大光王と呼ばれるであろう。この娑羅寿如来の国には、数限りない菩薩たちと、無数の聖門たちが集い、その世界は、平らかで、安穏である。まさしく、かような功徳を備えているであろう。この雲来音宿王ケチ如来の授記を受けて、妙正言王は、即座に決意し、自らの王国を弟に譲り渡して、王子神、妃、上徳夫人、二人の王子、上蔵、上元、そして多くの眷属たちが、揃って、如来の教えのもとに出家し、修道の道に入ったのだ。そして、王は出家してからの84000歳もの長きにわたり、常に仏法に努め、精進して、妙法蓮華経を修行し続けたのだ。その修行の果てに、王は、一切上功徳正言三昧という、極めて高い悟りの境地に到達したのだ。その時、妙正言王は、空中へと舞い上り、7本の多羅樹の高さにまで至り、雲来音宿王ケチ如来に向かって、このように申し上げた。世尊よ、この私の二人の息子、上蔵上元は、すでに仏の御業を成し遂げ、すなわち、神通や、縁華の力をもって、私のよこしまな、我と欲による、外道への執着なる心を転じさせ、仏法の中に安住させ、ついには、世尊にお目にかかることができたのです。この二人の子たちは、まさに私にとっての全知識であります。過去世からの善根を発揮し、私に真実の利益を与えようと願って、この我が家に生まれてきたのであります。その時、雲来音宿王ケチ如来は、妙正言王に向かって、こう告げられた。その通りであるぞ。汝の言葉は、まさしくその通りである。もし、良き者たちが、過去世において、善根を植えていれば、彼らは、世々において、善知識を得るであろう。そして、その善知識は、よく、仏の仕事をなし、正しく導き、教え、喜びを与えて、ついにはそのものを、あのくたら山脈三土台に至らしめるのである。大王よ、よく知っておくがよい。善知識という存在は、まさしく大いなる因縁であるのだ。なぜなら、善知識は、人を教化、導いて、仏を直接見ることを可能にし、さらには、無常の悟りとなる、あのくたら山脈三土台を求める心を、起こさせることができるからである。大王よ、汝は今、この二人の息子たち、上蔵上元を、どのように見ておるか。この二人の子は、かつて、60、500、1000、万、億、那由他といった、ガンジス川の砂の数にも及ぶほどの多くの仏たちを、供養し、親しく仕え、敬い、尊び、その多くの仏たちのもとで、法華経を受け持ち続け、そしてさらに、我と欲で、正しいことを見ることができぬ、よこしまな見解にとらわれた衆生たちを深く憐れみ、正しい仏法の見解に立ち返らせてきたのだ。そして、妙正言王は、空中から降りてきて、雲来音宿王ケチ如来に向かって、うやうやしく申し上げた。世尊よ、あなたは、誠に滅多にない、尊いお方にございます。それは、あなたが限りない功徳と知恵を備えておられるゆえに、頭の頂には、日経があり、そこから、光が現れ、世界を照らしておられます。
あなたの眼は、長くて、大きく、澄んだ根性の色をしておられ、さらには、眉間には、白く輝く、白毫層があり、真珠のように丸く、満月のように光り輝いておられます。また、歯は白く整っていて、隙間もなく、整然としており、常に光明を放っておられます。その唇は、美しく紅で、まるで熟した、銀箔のように美麗でございます。その時に、妙正権王は、如来のこのような無量なる百、千、万、億にも及ぶほどの功徳を、心から賛嘆し終えて、如来の御前において、一心に合唱して、さらにこのように申し上げた。世尊よ、なんと尊く、稀有なことでしょう。如来の教えは、まさに、人知を超えた不思議で、微妙なる功徳に満ち満ちており、すべてを完全に成就されておられます。その教えと、戒めは、実に平穏であり、安らぎに満ち、心に、喜びと、良き行いをもたらします。私は、本日をもって、もはや自分の欲望や誤った心に従うことは、いたしませぬ。これからは、誤った見方、おごり高ぶり、怒り、その他、あらゆる悪しき心を、もう決して起こすことはいたしません。このように語り終えた妙正権王は、雲来恩祝王家如来を礼拝して、その場を後にしたのであった。そして、釈迦牟尼仏は、大衆に向かって、このように告げられました。そなたたちは、どう思うであろうか。この妙正権王は、まさか他の誰かであると思ってはおらぬか。実は今、ここにいる、化徳菩薩こそが、その妙正権王なのである。そして、妙正権王の妃であった、淨徳夫人は、今、この私の前におり、光を放って、あまねく照らしている、正言僧菩薩こそが、その姿なのである。妙正権王とその一族を、深く慈しみ、憐れんで、救おうと願って、彼らのもとに再び生まれたのだ。また、その二人の息子たち、上蔵、上玄は、今、ここにいる、薬王菩薩と、薬上菩薩なのである。この薬王菩薩と、薬上菩薩の二人は、このようにして、広大なる、大功徳をすでに成し遂げ、無量なる百、千、万、億という、数えきれない諸仏たちのもとで、衆生を救う、あらゆる良き因、徳本を植え、人知を超えたほどの良き功徳を完全に成就してきたので、ある。だからこそ、もし人がいて、この二人の菩薩の名を知るならば、すべての世界における天界の神々も、人間たちも、皆揃って、深く敬い、礼拝すべきであるのだ。こうして、釈迦牟尼仏がこの、妙正権王本寺本を解き終えられたとき、ここに集う、84,000人もの人々は、迷いの塵や心の垢を離れて、諸法の真理を見極めるための、清らかな、法の目を得て、この章は、静かに幕を閉じました。いかがだったでしょうか。本日の妙法蓮華経妙正権王本寺本第27では、全知識、つまり、仏道における良き導き手の限りない慈悲と、その功徳について深く説かれていました。この章に登場する妙正権王は、自らの子である上蔵上玄という二人の菩薩の働きによって、その心を転じ、ついには仏を信じ、教えに帰依し、出家を決意しました。また、この章の中で、全知識こそが、仏道への大いなる縁である。全知識に出会えば、人は迷いを離れ、仏を見ることができることを示されました。私たちの人生にも、ふとした言葉や出会い、何気ない学びを通して、仏道への一歩を踏み出す、縁があるのではないでしょうか。それは、決して偶然というものではなく、それらは、私たちの中にある仏性と、深い祝縁によって呼び寄せられた、導き手、全知識の働きでもあるのです。また、この章の終盤では、妙正権王が、現在の化徳菩薩、その妻が、正言僧菩薩、そして二人の子が、薬王菩薩、薬上菩薩であることが明かされました。これは、法華経を広める、
者たちが命を超え、代を超えて、幾度となく、この世に現れ、人々を導き続けているという、仏教における壮大な輪廻の世界観を物語っているのです。全知識とは、悟りを開いた聖者だけを指すわけではありません。時に、家族であり、友人であり、あるいは、こうして、私たちのもとへ届く、一節の経文そのものが、私たちを仏へと導く、かけがえのない全知識となることもあるのです。どうか、私たちも、この章で説かれた、全知識の功徳を胸に、私たちのうちにある、温かな仏性を育みながら、日々の出会いと導きに感謝し、この妙法蓮華経の真理、一仏上の道を、共に歩んで参りましょう。それでは、本日の動画はここまでです。今回は、妙法蓮華経の、妙正言の本寺本第27について、お話ししました。次回は、普賢菩薩陥没本第28の深い教えについて、お話しします。もし、この動画が、皆様の心に響いたら、ぜひ、チャンネル登録と、いいねボタンを押していただき、この動画を、あなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。皆様の感想もコメントでお寄せください。次回も、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。